宝物館の方へ入ってまいりましょう。はい。本能寺の変でさまざまなものが焼けましたけど、はい、少しだけ残っているものがありますので、はい、どうぞお入りください。はい、ありがとうございます。まず正面から入ってきますと、日蓮上人のお曼荼羅ご本尊というのになります。はい、今現在このお曼荼羅ご本尊、日蓮上人のやつは135幅確認されておりますが、その中の5幅本能寺は確保しております。はい、もちろん本能寺の変で焼けておりますので、中にはああやって一部焼けたご本尊もあります。こちらは日龍上人と申しまして本能寺を作られた方、はい、それからこの方が大八世でございますが、日常上人といいまして伏見の宮家から出られました五漢寿芸家でございますね。でこの方の影響力が非常に強くて、信長さんは本能寺に泊まりたかったということになっております。なるほど。はい、こちらの方は二十四孝といいまして、いわゆる親孝行の絵なんですけれども、はい、この中の一つの三つ足のカエルというのが出てまいります。一番下ですね、ガマ仙人とも申しますけど、首のところに白いカエルがいるの分かりますでしょうか。はいはい、このカエルが金運と幸運の神と中国で言われています。はい、でこれが三つ足なんですね。はい、それで本能寺の変を知らしたのも実は三つ足のカエルなんですよ。はい、はい、こちらが三つ足のカエルと申しますの、はい、三つ足のカエルの香炉なんですが、はい、この香炉がですね、当時の本能寺の変の時に泣いたと言われるんですよ。で科学的にどうなのかってありますけども、実はその口のとこが開いてありますので、はい、例えば時大きな火事になってありますよね。はい、そしたら風でですね、気圧の変化でこれが実際ビューって言ったんではないかっていう先生はいらっしゃいます。はい、ですので泣いたというのもあながち嘘ではないなという感じですね。はい、はい、でもう一つは実はこの香炉で使って有名なお香が燃やされてるんではないかなっていう説もあるんですよ。はい、織田信長公が泊まっておりますのでね、はい、そういう有名な話もあるわけです。なるほど。よく子供に言うんですけどね、このカエルは大人でしょうか子供でしょうかって言うんですけどね、どちらなんでしょうか。はい、子供はおたまじゃくしですからそうですね。はい、ですので大人ということが分かりますよね。はい、それからもう一つ言いますけどね、はい、これはオスでしょうかメスでしょうかって言うんですよ。3行目に書いてあるようにですね、このカエルは泣いたと書いてあります。泣くのはオスだけなんですよ。はい、これ泣き袋ありましてね、はい、泣くのはオスだけなんです。ですから泣いたって書いてあります。オスだっていうことなんですね。なるほど。はい、はい、勉強になります。はい、で最後にどうやって泣いたかというんですけどね、はい、カエルご存知ですか。はい、どうやって泣きます。カエルはゲロゲロですよね。はい、正解です。もう一歩言ってください。ゲロゲロですよね。はい、ゲロゲロですよね。はい、2つでね、逃げろって言って泣いたんだって言うんですよ。なるほど。はい、逃げろって言われるのを聞いとけば、はい、間に合ったかもしれませんね。なるほど、そうですね。はい、はあ、そうして小学生に説明しました。はい、そしたら小学生がですね、おいちゃん、僕は詳しいけど信長さんってお酒弱かったんでしょって言われたんですよ。よく知ってるねって、あそこの茶道具のとこに書いてあったよって、だから信長はお酒が弱かったのがさらに奨励したんで書いてあったよって、はい、向こうの方が詳しかったんです。はい、じゃあなんて泣いたのかなって、月光って泣いたんだよって言うんですよ。すごい小学生ですね。酒飲みでもないのに月光を知ってるとはね。はい、驚きです。だからバカにするなって言って信長公はショックで蓋をしたんではないかという説もあるというのを彼から聞きました。こういうことでございます。ありがとうございます。で当時本能寺に、皆さんがどうして泊まりたかったのかと申しますと、実はこの鉄砲が関係あります。はい、はい、この鉄砲別名では種子島と呼んでおりますが、はい、
この種子島というのはですね、実はこの本能寺の末寺がありまして、種子島公がですね、実は出家して得度してですね、お坊さんになってしまうんですね。はい、それでここといわゆる本能寺の本末関係を築くわけなんです。はい、ですからその種子島にポルトガルからの銃が入ったということですぐ手紙が来まして、それをここの幹事、当時の先ほど申しましたように伏見宮日常村のにお手紙が来て、で種子島公はこの銃を2丁買い上げるわけですね。その2丁の中の一つを島津藩を通しまして幕府に献上されます。はい、もう1丁を解体をします。解体をして、そして国産ができないかということを考えます。その時に今の国中のあらゆる鉄砲を作ったところの人たちが見に来るわけですね。それでまた種子島公も自由に見て勉強して持って帰れと、いわゆる作り方を覚えて帰れというわけですね。それでそこから広がっていくわけですね。はい、でここの中に3行目にこうありますようにですね、はい、五金という漢字が見えますでしょうか。はい、ちょうど3つ目にですね、はい、この五金というのが火薬のいわゆる量なんですけども、1斤が 600g でございまして、はい、5斤ということになりますと3キロなんですが、向こうの種子島の銃ですね、はい、一発下のところに弾がありますでしょ、はい、弾一発撃つのに大体 0.8 から 1gかかるわけですね。はい、ですのでこの3キロということになりますと3000発撃てるわけですね。なるほど、そういうことになりますね。はい、ですからそれに関して秀吉公からはありがとうというふうにお礼状が来てるわけですけど、はいはい、この本能寺に対して挨拶状が来ているということは、常時本能寺には火薬があったのではないかと言われているわけです。はい、でこちらのやつは秀吉公ですけども、はい、いい名古屋って書いてますように、この名古屋というのは現在の佐賀県の名古屋なんですけれども、はい、そこから朝鮮出兵をされる時に言うたらくさびかたらびって言うんですけど、こちらの方の鎧の中にもう一つこちらを着まして、はい、さらに安全性を、はい、例えば刀で切ります、はい、あるいは槍で刺しますけど、はい、さらに安全性をということで、はい、中につけるんですけど、はい、それのお礼状ですね。片びらを5つもらいましてありがとうございましたというふうにお礼状をしております。はい、でこちらがですね信長公の書状になりますけれども、屏風のお礼状となっていますけれども、この信長公には4人書き手がおりまして、その中の1人が書いたものだと言われていますが、一番最後の信長とぐちゃぐちゃってしたの顔と言いますけど、はい、顔は信長のものだと言われて直筆だと言われております。はい、非常に珍しい。そうですね。はい、で信長さんが6月2日に討たれまして、7月3日ちょうど1か月後に三男の信孝さんという人がお見えになります。はい、それはこちらの症状でございまして、上からはお屋敷のことと書いてありますが、はい、これはお墓を作ってくれという意味です。はい、それからそれ以降の法事も全部頼むよというお願い状になっております。はい、これ7月3日で書いてありますが、はい、ちょうど6月2日信長公が亡くなって、で7月3日1か月後なんですけど、はい、この1か月のうちこの方は残念ながら亡くなります。病気でですね。はい、ですから信長さんには長男がおりましたけど、長男さんは本能寺の変ので場所は違いますけど亡くなっていますよね。はい、でこれが7月の3日にお見えになって1か月後亡くなって、残ったのが次男さんということになっています。はい、はい、でこちらが非常に珍しいんですけども、信長公の顔でございますが、はい、信長公の顔って32ほどあるんですけども、描かれた肖像画がですね、はい、実は2つほどがこのひげがないという非常に珍しい。そうですね。はい、皆さん大体イメージ的に、そうですね。はい、ありますけど、非常に珍しい。はい、はい、それから信長公が持たれてたと言われるこの太刀なんですが、はい、はい、一応こちらの方では三条宗近ではないかなということで聞いておりますが、はい、後ろはお位牌になっております。はい、はい、当時同じ本能寺に亡くなった方はこういう方が名前が出ております。はい、皆さん よく言われるのが森力丸坊丸蘭丸という、はい、であと津田家ですね。
松岳というのがもともと織田家だったと言われてますので、はい、そちらの人の名前がだいぶ多いですよね。はい、でこの本能寺は勝手に木とか切ってはいけないと、いわゆるその中の姿が外的に分かってはいけないので、勝手にそういう作業に入れるなという書状です。こちらの方は私の定宿だから勝手に使うなと非常に厳しいんですね。はい、ですから内部が分かってしまうと他のものが攻めに来るので、はい、ところが皆さん鉄砲が欲しいわけなので、本当は本能寺に泊まってそして一番偉い人に会って斡旋してほしいんですけれども、それをするなという書状になっております。なるほど。はい、でこちらから先は専門の玉木さんの方にまたお願いをしたいと思います。それでは玉木さんよろしくお願いします。はい、お願いします。こちら、3振りございますけども、はい、こちらが森蘭丸の、はい、と伝わる刀ということですね。なるほど、これは持ってたんですね。それとちょっとこちらはなんかすごい珍しいものなんですけど、これどういうものになるんでしょうか。そうですね、現在は担当の姿をしてるんですけど、もともとはこの押し型にある通り大きな太刀だったと思われるものです。でその太刀で、切っ先が折れたりとか、例えば修復不能な大きな刃こぼれがいった時などに再利用するために切っ先の方から切り詰めてこのような担当に作り変えることがあるんですけど、でこういうものを薩摩揚げと呼ばれてますね。なるほど。はい、そしてあとこちらですね、すごい大立ち、三尺四寸六分。そうですね、私も大立ちはたびたび研磨させていただくんですが、三尺四寸六分っていうのは今までで一番長い長さです。はい、大体の工程は普通のスタイルで研がせていただいたんですけど、なるめの時はさすがにちょっと腕がもう持たないので、天井からゴムで吊り下げて、でそれでなるめをしたんですけど。なるほど。でこちらは大立ち無名となっていますけども、極めは特にはないんですかね。そうですね、特に極めはないんですが、研がせていただいた感想としては、室町時代の大和の金棒一派の作品じゃないかという感想は持ちました。なるほど。金棒には割とこういう大立ちというか長刀というか、そういう作り込みのものがたくさんありますので、作風もそういう作風でして、個人的には金棒じゃないかなと思ってます。でまたこしらえもウフのままで残っているという、これがまた本当に貴重なものですよね。こしらえに関しては時代の判定っていうのはすごく難しくて、私もこしらえの時代を正確に持ち上げることはできないんですが、もしもこれが刀身が作られた当時のこしらえだとすると本当に貴重なものですよね。なかなかこしらえは消耗品なので、古いものって残ってないじゃないですか。そうですよね。貴重なものですね。またこの押し型も立派押し型ですね。だいぶ時間がかかりました。でも玉木さんね、押し型も上手ですから、刃文の調子がよくわかるんで、素晴らしいです。実はお墓ですけども、信長公のお骨は実際ないんですよ。それでお墓の中に刀が収められるというふうに私らは聞いているんですけど、その刀が実は左源藤四郎なのかそれ以外なのかというのはあんまりはっきり分かってないんです。ですけども、本能寺の変で左源藤四郎が亡くなったっていうのは聞いてるんですよ。そのうちの一幅を今回復元いたしましたので、ぜひご覧ください。また私の方では説明がなかなか難しいので、本日は当初がお見えになっておりますので、よろしくお願いいたします。こちらですね、左源藤四郎の復元ですね。この作刀にあたって何かご苦労というか。皆さんご存知の通りものすごい名刀ですので、私なんか制作していいのかまず葛藤はありました。で現物はなくてですね、甲と刀絵図の資料だけが唯一残ってるんですけれども、ですからまずその絵図をよく見てですね、そのイメージを膨らますことから始めました。
それであと、今現存している義満の作品での、名ぶりだとか姿だとか、地金だとかっていうのを参考にして作刀に取り掛かりました。またケースに入っているこの手に取って拝見できるというのはこれは本当にありがたい。また子どもたちなんか本当に喜ぶんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっと私もせっかくですからちょっと持たせていただいて、本当すごいですね。この古賀の雰囲気が本当によく出てて、ありがとうございますね持って見えるっていうのはなかなかすごい面白いアイデアですね。ねえ、うわなんかロマンがありますね。信長公が大切にしたとされる薬研藤四郎ですから、なんかこう、ね、我々もなんかちょっと特別な思いで今拝見させていただいてますけども、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。そうですね、今までの歴史で勉強してた以外のことがですね知ることができて、またこのいろいろな資料をですね拝見でき、そしてこの信長公が持ってたと言われるこの薬研藤四郎のね復元、これをですねまた手に取って見せていただけるというなんか新しい企画ですね。これは本当に大変ありがたいことだなと思っております。ありがとうございます。歴史っていうのは止まっているんじゃなくてですね、リビングヒストリーと申しまして、さらに動いているんだと。その動いているのを私たちも感じるという体験をですね、皆さんにしていただきたいと思ってるんですね。でさらにもう一本なくなっている刀が復元できたらなと思ってるんですよ。そしてまた皆さんに興味を持ってもらって、そして歴史っていうのは自分たちの体の中に入っていくんだというのをですね、もっともっと皆さんに教えたいと思っております。またぜひ次の機会に。ありがとうございます。